H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。謎に満ちた危険な分野が多くのネチズンの好奇の焦点となっている。簡単に言うと、通常の YouTube は表層ネットワークですが、動画を非公開に設定するとディープネットワークに入り、アイアンブラウザーから入るのはダークネットワークという現実では考えられない暗闇です。ダークウェブでは映画で見られるあらゆる種類の奇妙なシーンを単純なブラウザーを介して見つけることができます。この敷地により、すべてが簡単になるようです。ダークウェブの起源は米軍に関係しており、一般のインターネットとは異なる、隠された神秘的なサイバー空間です。ただし、ここはダークウェブについて議論する場所ではなく、アジア人の女の子がパリを旅行中に経験したスリリングな出来事について語る場所です。彼女が暴力団の入札者になりかけたことで、海外旅行の安全性について深刻な懸念が生じている。出会い系サイトの統計によると、多くの男性の目にはアジア人女性が最も魅力的だと考えられています。外見や性格の魅力に加えて、ほとんどの男性はアジア人女性に対して2つの固定観念を持っています。一つは、アジア人女性は従順で行儀が良いということです。こうした固定観念により、特定の状況ではアジア人女性がターゲットになる可能性があります。したがって、海外旅行を計画している人にとって、自分自身の安全を守ることは非常に重要です。個人情報の何気ない開示を避けること、注意を払うこと、危険な場所を一人で歩かないこと、友人と連絡を取り合うことはすべて海外旅行の際に考慮すべき安全対策です。また、現地の治安状況や詐欺の手口などを把握し、潜在的なリスクを事前に防ぐことも必要です。全体として、この事件は未知の世界を探索する際には注意を払うよう私たちに思い出させます。海外旅行は豊かな経験ですが、常に安全が第一の関心事です。このようなストーリーがより多くの人々の旅行の安全への関心を呼び起こし、未知の世界を探索する際に誰もがより慎重かつ合理的になれることを願っています。社会においてアジア人女性が果たす役割は、性的欲求と従順さの固定観念のように見えるかもしれないが、その背後にはさらに深い問題がある。その中で著者は暗黙の性的性質が肉と歴史上アジア人が慰安婦として利用された事実に関係していると考えている。これらの悪影響により、アジアの女性は海外旅行時に最もいじめを受けやすくなっており、また、ダークネット取引で最も悪用されやすい商品となっています。このような社会的雰囲気の中で、この物語の主人公、リュウジンには現実でも被害者となりました。パリへの旅行中、彼女は誘拐されそうになり、その事件全体が危険で恐ろしいものに感じられました。次に、著者は一人称視点で出来事を説明します。2週間前、著者は仕事とレジャーでパリに来ました。著者は現地の盗難や強盗の状況を深く理解しており、常に高度な警戒を維持してきました。しかし、7月19日午前3時43分、ホテルの部屋のインターホンで記者は目が覚めた。モーニングコールの作者かと思ったが、時間を見てみたらそうではないことが分かった。この時点で作者の一人称のナレーションが出来事全体に現実感を与えるため、物語は緊迫したものになります。そんな状況下で読者は、この危機にどう対処するのか、無事に脱出できるのか、物語の次の展開が楽しみで仕方がありません。この叙述手法は、人々を物語を深く掘り下げるよう誘う一方で、アジア人女性の安全に対する懸念も引き起こします。このような物語が、ジェンダーに関する固定観念や旅行の安全に対する社会の注目を集めることができれば幸いです。この突然の電話とドアのノックで、私は非常に混乱し、不安になりました。電話に出ると、相手はロビースタッフを名乗り、私の情報に誤りがあるので、確認する必要があるので、すぐに部屋を出て、階下のロビーに行くように、と言われました。私の質問が彼の強硬な態度を刺激し、すぐに立ち去ってほしいと何度も強調したが、
理由は説明しようとしなかった。夜中の3時に突然寮から出て行けと言われるのは信じられないことだったので、私にとっては異常なことでした。理由を尋ねましたが、相手はそのまま電話を切りました。この予期せぬ事態に直面して、私はあまりにも無茶だと思い、彼の要求を無視することにしました。私は電気を消して穏やかな夢に戻ろうとしました。しかし、間もなくドアを強くノックする音が聞こえました。夜中にその音で目が覚めると、とても怖かったです。私は急いで起き上がり、何が起こったのかを尋ねるためにドアに走りました。相手は、私が部屋を出てホールに行かなければならないと再度強調しましたが、それでも理由を説明しようとしませんでした。もう一度尋ねましたが、ドアの外では沈黙があり、音もありませんでした。これにより、私はすべての信憑性に疑問を抱きました。私の情報に何か問題があるのでしょうか、それともさらに隠された陰謀があるのでしょうか。心臓の鼓動がよりはっきりしているようで、ドアのそばに立って耳を傾けましたが、動きはありませんでした。この状況で、私は完全に睡眠を失い、何が起こってそんなにせいで部屋を出たのかについて考え始めました。突然の依頼に、私は半信半疑になり始めた。パリの犯罪率が高いとはいえ、女性一人で5つ星ホテルに泊まるなら、夜中に外出する必要もなく、十分な安全が確保できるはずだ。しかし、念のため、指示に従うことにしました。国際的に高い評価を得ているこのホテルは、宿泊客の安全を確保するための対策を講じる必要があります。ハイヒールしか履いていなかったにもかかわらず、私はスカートを履きましたが、スピードを上げるために、スカートを履いてドアから出なければなりませんでした。危険が起こった場合、どうやって自分を救えばよいのか考えずにはいられません。階下に降りる途中、階段、エレベーター、トイレ、火袋の位置を注意深く観察しました。これらの詳細な観察は、後に私の命を救う重要な要素となりました。5階に住んでいた私は、そのままエレベーターに乗ってロビーに向かったのですが、エレベーターのドアが開いた瞬間、違和感を感じました。ホールは半分しか明るくなく、フロントデスクには人影がなかった。さらに悪いことに、白いバンがホテルの前に駐車していました。このことから、危険が潜んでいる可能性があることに気づきました。当時の私の鋭い観察力により、これは通常のデータチェックではなく、私の安全を脅かす可能性のあるインシデントであることが分かり、迅速に対応することができました。すぐに私はエレベーターに戻り、フランスの警察の番号を携帯電話のショートカットキーに設定し、いつでも警察に電話できるようにしました。車のドアが大きく開き、中東系の男性が車のドアの前に立ち、青と白の縞模様の T シャツを着た背の高い黒人男性がホールの中央に立っていました。私が階下に行くと、黒人男性が突然急いでやってきて、私を捕まえようと手を伸ばしました。私は無意識のうちに手を挙げて彼に立ち止まるよう合図し、同時にこれ以上近づくなと言わんばかりに中東人を振り返った。その瞬間、私は危険にさらされていることに気づき、向きを変えて逃げました。逃げる選択を迫られた私は、階段を選ぶかエレベーターを選ぶかすぐに考えました。階段を駆け上がったら追いつかれてしまうかもしれないし、階段に挟まれて助けを求める声も出せない。それで私はエレベーターに乗り、少なくとも非常ベルを押す機会がありました。エレベーターのドアが開いたとき、迷わずドアクイッククローズボタンを押したところ、5つ星ホテルのエレベーターへの素早い対応のおかげで、ドアは瞬時に閉まりました。次に、エレベーターが何階に止まるかを選択する必要があります。非常に短い時間で、あまり深く考えることもできず、4階から8階までのすべてのボタンを素早く押すことしかできませんでした。これは、エレベーターがどんなに速くても、危険に遭遇したときは、複数の階のボタンを素早く押すことで脱出できる可能性が高まるという常識を思い出させてくれました。すべてのプロセスは一瞬のうちに起こり、これは生死を分ける瞬間だと悟りました。この経験から、
危険に直面した時の直感的な反応が命を救うことがあるということを深く認識しました。会議内では、彼らは非常に短時間で私に追いつくことができました。特に黒人男性は、階段を登るだけですぐに私の行く手を阻む可能性がありました。そこで、上で行く手を阻む人がいるのではないかと心配して、5階には戻らずに3階以上のフロアを希望することにしました。追っ手を混乱させるかもしれないので、急いで全てのフロアのボタンを押しました。エレベーターはという間に4階に到着し、その時間を利用して走行音を立てないようにハイヒールを脱ぎました。エレベーターのドアが開くと、私はすぐに防火室に行き、ホテルの火災警報器を鳴らしました。そこで4階に一番近い道具室に隠れましたが、近くにトイレはありましたが、追跡者が先にトイレをチェックするかもしれないので、危険を冒してそこに行くわけにはいきませんでした。暗い隅に隠れましたが、体は冷たく感じましたが、心は澄んでいて、恐怖はありませんでした。携帯電話の音が自分に注目されるのを避けるために、私は携帯電話をサイレントモードに設定しました。ホテルの火災警報器が鳴り、約10分後、外が非常に騒がしくなるのが聞こえました。この時私は安堵のため息をつきましたが、このスリリングな脱出はまだ終わっていないことを知っていました。私は暗い隅で外の世界の変化を待ち、追っ手を止めて無事にこの危機から逃れられることを願いました。他の宿泊客やスタッフがホテルから列をなして出て行ったので、私はようやく安全を感じました。警察が到着してから、私は事の真相を大まかに知りました。この時点で、私は本当の恐怖を感じ始めました。ホテルのフロントデスクに地元のギャングと関係のあるモグラがいたからです。モグラは組織と協力し、高級ホテルに一人で宿泊する人々を特にターゲットにした。男性は強盗に遭い、女性は誘拐されてダークウェブにオークションに送られる。その日、私はパリのプランタンで買い物をしてホテルに戻っていたのですが、彼らのターゲットになってしまいました。この種の陰謀が真夜中の恐怖につながった。その日私を誘拐しに来たのはあの二人だけだったので、幸運だと思わずにはいられませんでした。黒人男性の発言は私に逃げるチャンスを与えてくれましたが、今では当時の自分のパフォーマンスを冷静に分析したことに深く感心しています。あの時、判断を一つ間違えていたら、私の運命は全く違ったものになっていたかもしれません。この経験により、私はパリをはじめとするヨーロッパの大都市の豊かな文明の表面に潜む知られざる闇を深く理解することができました。特に現地の言語に精通していない場合、危険に遭遇するのはさらに困難です。危険が起こるまで待って逃げようとするのではなく、事前に対策を講じた方が良いでしょう。私が共有したレッスンをマスターしていれば、予期せぬ状況でも身を守ることができるかもしれません。ヨーロッパを旅行する際には、自分の安全を守ることが非常に重要です。ここでは、安全を確保するために役立つヒントをいくつか紹介します。まず宿泊施設が重要ですが、ヨーロッパのホテルはセキュリティが甘く、古いホテルには監視カメラが設置されていないところもあります。5つ星ホテルであっても、普通の小規模ホテルであっても、絶対的な安全はありません。私がパリで経験したのは、地元のギャングがホテルのフロントに賄賂を渡し、情報確認という名目で開花に誘い込んだことですが、それは普通のホテルは愚か、高級ホテルでも起こりました。したがって、ホテルに入ったら、たとえ短時間の外出であっても必ず施錠し、入室時には必ず施錠し、周囲の住民との雑談を避けるようにしてください。また、ヨーロッパを旅行するときは、決して表紙で本を判断しないでください。通常、私たちは凶暴に見える人に対して本能的に警戒しますが、ヨーロッパの泥棒や強盗は前のものよりもハンサムに見えます。相手が礼儀正しく笑顔のハンサムな西洋人男性に見えるからといって、軽く考えないように注意してください。スーツを着た紳士の格好をして荷物を運ぶのを手伝う強盗もいますが、あなたが見ていない間にスーツケースは消えてしまいます。
遊びに出かけるときは、泥棒や強盗に注意し、特に混雑した場所では見知らぬ人を信用しないでください。ヨーロッパを旅行する際は、常に警戒と用心深さを保つことが個人の安全を確保するための重要な手段です。インターネット上には自分の経験を共有する人がたくさんいますが、これらの話は私の言ったことに根拠がないことを証明しており、あなたを怖がらせるつもりはありません。私はアンケートを持った少年を数人の美しい若い女性が囲んでいるのを目撃したことがありますが、前にいた2人の女性が少年に話しかけて注意をそらし、後ろの2人の女性が無意識のうちに彼のバックパックに手を伸ばしていました。それを止めるために何かを言う前にバッグの中で何かが動くのを感じました。無意識に手を押さえて見上げると、その手の持ち主は水色の瞳をしたイケメンだった。彼は私に捕まったのですが、全く怖がったり恥ずかしがったりする様子もなく、静かに手を離し、投げキスをして立ち去りました。この話は、盗難や強盗にあった場合、自分の財産を守ることが重要であるが、それができない場合には、自分の財産を犠牲にして命を守るべきであることを思い出させます。相手は同一人物ではないことが多いので、決して衝突したり、絡まれたりしないでください。繰り返しになりますが、西洋人の優雅な外見に騙されないでください。投げキスをした人は、次の瞬間に短剣を取り出す人になる可能性があります。また、外出時の尾行にも注意してください。尾行されているかどうかを知る最良の方法は、通りを渡ることです。道路を渡っていて相手も一緒に渡って戻ってきて相手も追いかけてきたらすぐにその場から逃げる方法を見つけてください。これらのヒントは旅行中の個人の安全意識を高めることができます。危険を回避するにはまずできるだけ早く走ることです。逃げ切れずに相手に捕まった場合は相手の目を摘んだり下半身を蹴ったりするなど相手の弱点を直接攻撃することも考えられます。男性の体のこれら3つの領域は通常より脆弱であり、そのような攻撃は相手の気を散らしたり弱らせたりする可能性があります。ヨーロッパでは東ヨーロッパの小国の歓楽街で独身女性観光客を誘拐し、売り飛ばすのはよく知られた産業である。場合によっては誘拐事件がダークウェブ上で入札にかけられることもあり、これは非常に一般的です。したがって、公共の場所で変質者に遭遇した場合は、声をかける必要があります。どこにいても馬鹿に遭遇する可能性はありますが、もし出会ってしまったら、相手に利用されないよう遠慮せずに思い切って声を上げましょう。地元の警察にとって警察に通報することは馴染みのないことかもしれませんが、公共の場で大声で叫ぶことは依然として効果的な防御手段となります。警察に通報することで全ての問題が解決するわけではありませんが、十分な警戒心と敏感さを維持することが最も基本的な安全対策です。絶対的な安全は保証できませんが、警戒を強化することで潜在的なリスクを軽減できます。世界旅行を夢見ている女性は、より警戒して慎重になるために、このメッセージを共有することをお勧めします。これで李さんのナレーションは終わりです。実際、ダークウェブ上では人身売買に関することが本当にたくさんあります。2017年7月10日、ダークネットウェブサイトで活発なオークションが開催されました。競売に出品されたのは骨董品や書画コレクション、金銀の宝飾品ではなく、美しい若い女性だった。上の写真では、女性がピンクのベルベットのボディスーツを着て床に横たわっているのが見え、下腹部には見事なオークション広告がテープで貼られている。出身国はイギリス、拉致場所はイタリア、年齢は20歳、寸法は 34D2535、オークション日は7月16日、開始価格は30万ユーロです。20歳のイギリス人モデル、クロエ・エリンは、エージェントの計らいで映画撮影のためイタリア・ミラノへ向かった。彼女を待っていたのは写真家ではなく誘拐犯だった。彼女は薬を盛られ、ルード写真を撮られ、ダークウェブにアップロードされ、性奴隷として公開オークションにかけられた。
クロエは容疑者が彼女がシングルマザーであることを知っていたため、最終的に釈放された。容疑者は彼女をミラノの英国総領事館に直接連行し、最終的に総領事館の近くで逮捕された。この事件について多くの人が言っていますが、もしあなたも同王の意見を聞きたいなら、もう一度教えてください。ダークウェブでの人身売買事件は単なる単独の事件ではなく、より大きく暗い現実を明らかにしています。これらの被害者の背後には想像を絶する苦痛と剥奪があり、商品として扱われ、取引され、虐待されています。このような事件は、極度の悪と不正義が依然として社会に存在していることを私たちに思い出させます。私たちは弱者を保護し、このような悲劇が二度と起こらないようにするために協力する必要があります。人身売買業者が FBI に捕まった後、若くて美しい女の子を1万ドルで買って客を乗せてやれば1週間後にお金は戻ってくる。その後はすべて利益になると言いました。次に皆さんに見てもらいましょう。これはダークウェブの本物の写真です。ダークウェブに興味のある友達はこの写真を見たはずです。ダークウェブを見たことはないけど興味がある人向けです。問題があるので意図的に取り上げました。この写真には全身の女の子が写っています。タトゥーを入れた女性が縛られ、拷問されています。ダークウェブの標準からすれば、これは単なる幼稚です。しかし、ネチズンに本当に衝撃を与えているのは、提供されるいわゆるサービスです。次の2つの販売者によるものです。最初のサービスに関する上記の説明は一目瞭然ですが、2番目のサービスは非常に明確です。サービスについてはどうですか？様々なムカルトラ精奴隷処理装置とは何ですか？ムカルトラとムクムカルトラ、どちらを読めば良いのかわかりません。すべての友達が理解できるわけではないと思います。何が起こっていますか？このプロジェクトは1950年代に CIA によって開始された思想統制研究プロジェクトであり、1970年代にその存在が確認されました。したがって、これには思想統制の意味合いも含まれています。つまり、名前にプログラムのパスワードを加えたものであるため、これは商品は写真のことを指しているのかもしれない。この女は性奴隷に洗脳されており、そのタトゥーはパスワードか埋め込まれた儀式なのかもしれない。パスワードさえ言えば、女は言うことを聞く。これが怖いところだ。ダークウェブについてです。ここまで言いましたが、皆さんもぜひ海外旅行に行ってください。安全のためには、どの国にもそれぞれの危険がありますが、海外では安全であることが最も重要です。今日のプログラムはこれで終了です。何かイベントがある場合は、についてお聞きになりたい場合は、メッセージボックスにメッセージを残してください。さらに多くのイベントを投稿しました。下にスクロールして次をご覧ください。また次回をお会いしましょう。